You can enjoy this video in high quality. Yan K. 皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーの摩天楼です。今回は津山城を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。津山城鶴山公園入り口。津山城へは津山駅から徒歩で10分から15分です。森忠正の銅像。津山城入り口付近に初代藩主森忠正の銅像が設置されています。幼名を千丸。元亀元年、美濃、岐阜県金山城に生まれ、京都本能寺の変で織田信長を守護し、悲運の最後を遂げた森蘭丸の弟である。慶長8年、1603年、美作の国。18万6500石を与えられ、津山に入藩。翌9年より津山城の築城に着手。また、城下の町づくりをはじめ、現在の津山の元を成した。津山城の歌舞伎門跡。かつて、この場所に津山城の歌舞伎門がありました。現在は、鶴山公園の玄関口として機能しています。津山城は江戸時代の終焉とともにその役目を終え、明治6年、1873年には取り壊しが決まり、明治7年から明治8年にかけて石垣を残して全ての建物が解体され、払い下げられました。その後、津山城跡は県有地となり、明治32年、1899年には公園にするという条件で津山町に払い下げられ、翌年から城跡の公園化が進められ、昭和3年、1928年頃までには城跡全体で桜で覆われる現在の姿になったと言われています。
表中門跡。かつて、この場所に、表中門、という津山城最大の門がありました。表中門は、三の丸から二の丸に至る通路の正門にあたります。門の形式は、1階部分が城門、2階部分が櫓となる、いわゆる櫓門で、城内に存在する門の中で、最大規模の城門でした。櫓の東側は、袖石垣上に乗り、西側は鉄砲櫓の高い石垣に取り付けられていました。門の櫓部分の長さは16間、約32メートルもあり、これは大阪城や江戸城の城門に匹敵するほどの規模でした。発掘調査により、東西方向に3列、南北方向に5列の礎石が確認されています。四つ足門跡。四つ足門は、大手の二の丸の入り口にある門です。門は、廃城後の明治7年に、津山市一宮にある、中山神社の神門として移築されました。現在は、屋根が、瓦葺きからヒノキ革葺きに変わっていますが、現在でも見ることができる、数少ない津山城の建物の一つです。現在の神門調査から、厄位門であることや、扉のついていない城門であったことや、柱の位置関係が、当時の絵図と異なることが分かっています。発掘調査では、門の礎石の根石が確認されています。備中櫓。備中櫓という名前は、稲葉鳥取藩の第2代藩主、後に、備中松山藩の初代藩主となった、池田、備中の神、長幸にちなんで名付けられました。地名としての、備中ではなく、備中の神という役職名から取られたものです。備中櫓は、60を数える津山城の櫓の中でも、最大級の規模を誇り、本丸南東側の突出した石垣城に立地し、天守に次ぐシンボル性の高い櫓でした。明治の廃城令で建造物は取り壊されましたが、地上から45メートルに及ぶ立派な石垣が当時の面影を残しています。切手門跡。かつて、この場所に切手門という門がありました。切手門とは、切手番が、切手門に詰め、本丸に続く切手門の警護、そこを出入りする、身分の低い女中たちの出入りや、荷物の出入りを監視していました。女中が外出をする際に、許可の手形、切手が渡され、それを確認していた場所であることから、切手門と呼ばれていました。二の丸から本丸表鉄門へ至る間の通路を仕切る大型の櫓門です。2階部分は南側にある弓櫓に接続しています。平成20年度から21年度にかけて発掘調査を実施したところ、門の基礎が良好に残っていました。櫓門は通常播磨、奥行きに2軒ですが、切手門では、その奥に、さらに礎石が一つ見つかり、播磨3軒となる珍しい形式の門であったことが分かりました。また、豊島石製の U 字工を使用した門の雨落ち溝や、暗渠排水など、雨水を処理するための施設も確認されています。
表黒金門跡。表黒金門は、本丸への入り口にある櫓門で、門扉全体が鉄板で覆われていたことからこの名前がついています。表黒金門は、城門としてだけでなく、2階の櫓内部は、本丸御殿への正式な入り口としての役割を持っていました。本丸の面積が狭く、限られた敷地を有効に利用するために取られた手段の一つであったと思われます。文化6年、1809年の火災により、本丸御殿のすべての建物及び、表黒金門、裏黒金門などは消失しています。表黒金門と両脇の石垣が再建されたのは、8年後の文化14年、1817年です。東側にある石垣を観察すると、熱を受けて赤く変色した石を確認できます。備中櫓。備中櫓は、本丸御殿の南西端に位置し、その名は、鳥取城主、池田備中の神長幸に由来すると伝えられています。森忠政は、長女のお松を、池田備中の神長幸に嫁がせており、長幸は、忠政の娘婿にあたる。その長幸が、津山城を訪れるのを機に完成したのが、備中櫓であったという説が、一番有力視されています。備中櫓は、築城400年の記念事業として復元され、平成17年、2005年春から一般公開されています。城跡は、桜名所100選にも選ばれた、西日本有数の桜の名所となっていて、桜の季節には毎年、多くの人が訪れ、津山のシンボル的な場所になっています。平成18年、2006年、財団法人日本城郭協会から日本百名城に認定されました。天守台。かつての津山城の天守は、地上5階建てで、最上階以外に、破風を持たない、質実な造りでした。高さは石垣を除いて高さは、約22メートルで、一般的な5層の天守としては、最大規模のものでした。形は、天守台の平面が正確な四角形で、上階が規則的に小さくなっていく、相当型と呼ばれるものです。津山城壁のハート型の石。津山城の天守台には、愛の奇跡と呼ばれている石があります。写真のようなハート型をしている石があり、この石に触れたカップルは、恋が成就すると、密かな恋愛スポットになっています。カップルで津山城に訪れた際には、ぜひ探してみてはいかがでしょうか。それでは最後に、雄大な在りし日の津山城を、古地図と復元された精密模型をご覧ください。かつての津山城は、石垣の上に、数多くの櫓がひしめき合っていました。日本中の城の中で、櫓の数が最も多い城郭は、広島城で76棟。次に、世界遺産である、姫路城が61棟ですが、津山城は60棟と、それらの城郭に続き、
日本で3番目に、櫓の数の多い城郭でした。ご視聴、ありがとうございました。いかがでしたか？これからも、人気の観光地や、あまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次回会いましょう。